様、本日はですね、家事野郎だで紹介されてた海苔の炊き込みご飯。すごいね、この海苔、これもうね、蓋開いちゃってて、若干湿気てるんですけれども、そういうのを有効活用できる海苔レシピを一品と、あとはもう簡単に、ちょっとこれだけだと寂しいんで、今回はサバの水煮を使って煮物を1個作ろうかなと思っております。はい、じゃあ早速調理に取り掛かります。本当にめっちゃ簡単で、材料としてはこういう海苔、余った海苔とかでいいですと、ベーコン、これも余ったベーコンですね、という方がいいのかな。であとコンソメと白だしとかですね、必要なものは。じゃあ早速やっていくんですけれども、ベーコンは約 100g ほどあれば大丈夫です。でこちらのベーコンを今ちょっともともとカット詰めのやつなんだけど、これを角にしていきます。だからよくお店で売ってるこの細長い感じの角切りベーコンだったら3分の1ぐらいにカットしていってください。ベーコンカット終了。そしたらもうこの料理では包丁は使わないので、じゃあまずこちらのもう一回軽く水で洗ったお米です。2合分ですね今回は。じゃあまずこちらにお酒を大さじ1杯に、こちらに醤油を小さじ1杯なんで、これの3分の1ぐらいですねに、白だしを大さじ3杯なんですけれども、僕今回濃縮の白だしにするので、こちら大さじ1杯にしておきます。こちら10倍濃縮のやつです。あんまり入れすぎたら多分濃くなっちゃうんで、こちら入れたら2合目の目盛りまでお水入れます。で2合分までお水入れていきました。で混ぜ合わして、そしたらここに先ほどのベーコン全部入れていきます。でこちらにコンソメキューブ 5g、大体約1個ですね。ただちょっと味がまとまっちゃいそうなんで、一応今回キューブ砕いてから入れておきます。じゃあ砕いたコンソメキューブ 5g で、ここにバターですね。バターを 15g。 じゃあバター 15g なんだけど、今回も 20g 入れちゃいます。はい、こんな感じ。そしたらこの上に海苔を3枚、落とし蓋みたいな感じで映ってるよね。こうやってもうギュッて上からやっちゃいます。ちょうどね大きい海苔が切れてて、このちっちゃいサイズのがあったんで、こちらで最後代用。大きい海苔を3枚分です。全然湿気たやつで大丈夫です。はい、そしたらこの状態で普通に炊飯していきます。これであとはもう炊き終わるのを待つだけなので、次は大根とサバの水煮缶の煮物を作っておきます。で大根、これね先日残ってた頭、上の部分なんですけれども、こちら皮をカットして、で時短だったらあんまり分厚くしすぎない方がいいですね。1センチぐらいかな、厚さ的には。でこれをちょっと大きめにカット、半分ですね。はい、そしたらこちら1回電子レンジでチンしちゃいます。600ワットで3分ほどチンします。ラップはしてあげてね。ふんわりと4分にしときます。4分加熱したんだけど、もうちょっと加熱しても良さそうだったんで、もう2分追加で加熱しておきます。なので合計6分ですね。じゃあその間に、お水 300cc にこちらの白だし10倍濃縮ですね、こちらを大さじ2杯入れてお鍋に入れときます。ここに醤油大さじ3杯にみりん大さじ2杯、お酒を大さじ1杯、お砂糖、今回三温糖ですねを大さじ2杯すり切り、こちら入れてちょっと火かけてアルコール軽く飛ばしておきます。で大根もちょうどいい感じにチン終わりました。でこれでもう火は通ってる感じですね、軽く。ただからこれで加熱時間をちょっと短縮しようかなという魂胆です。そしたらこちらの大根、こちらの煮汁に入れていきます。
ちょっとね今下から出てくる湯気が引くほど熱い。で大根から出た水分もまとめて全部入れちゃって。で今回大根2分の1本ぐらい使っちゃったけど、正直3分の1ぐらいの方がサバ缶1缶の分量に対してはちょうどいいかもしれない。でも大根の煮物だけでも十分美味しいかなね。じゃあ沸騰し始めたら中火にしてちょっと弱火でご飯が炊けるまでね時間があるんで、中まで火が通ってかつ味が染み込むようにちょっと弱火で煮込んでいきます。サバ缶はね結構最後終盤に入れようかなと思ってて、ちょっと味を染みさせるために落とし蓋しときます。じゃあこの状態で10分から20分ぐらいほんと弱火でいいんで、こっちできちんと中まで火が通ってるんで、あとはもう味を染みさせるだけです。じゃあやってきます。ではねこちら10分ほど煮たやつですね。いい感じに色が染みてきたんですけれども、まだねもうちょっと加熱はしたいんですけれども、大体もうこれであとは染み込むのを待つだけなので、あと30分ほどかな、お米炊けるまで。なので最後じゃあまずここにちょっと生姜、本当はね刻み生姜、普通の生姜を普通に切った方が食べることもできるんでおすすめなんだけど、チューブでいきます。小さじ1杯ほど。はい、生姜入れたらここにサバ缶お水ごと入れちゃいます、中の。はい、でセンターにねサバちゃんたちを置いて、サバのうまみをね大根に染みさせつつ、サバにもちょっとこの味を染みさせます。でこの状態でまたちょっと一回沸騰するまで加熱して、で一回沸騰したらもう火は止めちゃっていいです。で冷めていく時にねやっぱ味染み込んでいくんで、じゃあもうこの状態であとはもうご飯が炊けるまで放置。じゃああとはご飯が炊けるまで待ちたいと思います。海苔、もう一面ただの海苔、ちょっと混ぜてみます。ちょっとだけなんかおこげっぽくなってるね。香りがねもうすっごい海苔の香りが抜群にする。あれも美味しい。海苔とピラフの香りだ。バターもやっぱ強いんかな。めっちゃ美味しそう。はい、じゃあこんな感じで海苔とベーコンの炊き込みご飯完成で、サバ缶と大根の煮物もねもういい感じに染みてるので、じゃあそちらも両方に盛り付けて実際食べていきたいと思います。では早速いただきたいと思います。いただきます。今日めっちゃ簡単。ちょっと食べてみていいじゃん。そう。俺これめっちゃ気になってたんだよ本当に。香りはめっちゃ、俺もちょっと味見はまだしてないから。どう？うまい。いただきます。これうまいぞ。これバカリズムさんとかがリアクションしてた感じより俺上回ってる。うまいなって思った。超好き。ピラフだね、味の系統は。ただすごい海苔の香りがするから、炊き込みご飯ってよりはピラフって感じ。やっぱちょっと洋食というかさ、バターとかコンソメとかそういうのも入ってるから、だからめっちゃ美味しい。なんかでも俺は和と洋が両方いい感じに合わさった味がする。めっちゃ海苔の感じするよね。おいしい。うまい。これだけで全然もう食べていける感じのあれだね。もう普通におにぎりにして持っていきたいレベル。おいしいわ。これはうまい。これは子供絶対大好きだと思う。相当好きだと思う。僕が好きって言ってるのは間違いない。これ食べてみて。どうぞ。マジでね、大根食べて。しみしみよ。うわ、サバうわ、これいいよ。いいっしょ。もうちょい染みさせとけば。そうだね、もうちょっと染みさせるかな。短時間で作るんだったらもっと薄くてもいいのかもしれない。大根が、
すごい味はめっちゃうまいです本当に。あ、これ薄いね。薄いところはもう味もちゃんと染めてるし柔らかいし、短時間で作った料理とは思えないぐらいうまいです。いいね、ご飯が炊けるまでね、こんだけポンポンと料理ができるんだからさ、やっぱこのサバの水煮のこのなんだろう、だしっていうのはすごい効くんだろうね。どちらかというとピラフっぽくて洋風じゃん、めっちゃ合います。合うね。海苔が入ってるからなんかわかんないけどすごい合う。めっちゃいいな。これめっちゃいいと思う。衣ご飯超早かったよね。ちょっと一味かけていい？あ、これ絶対合うよ。ちょっとかけてしょ。かけた方が絶対うまい。確かに一味かけてちょっと締めるとちょっと絶対うまいと思う。ピリッとですね。いきます。これぐらいの薄さだといいね、こうちゃんね。めっちゃ美味しい。あ、一味合うな。やっぱこのご飯の中に入ってる角切りのベーコンがすごい、すごいうまいね。だからこの優しいなんか落ち着く味してるよね、両方とも。こいつめっちゃ柔らかかったまあそうだな、厚さにちょっとばらつきがあるもんね。うまい。ムラがある、ムラが。最高なんだけど。サバでも逆に言えばまだちょっと歯応えが残ってる大根が好きな人はこれぐらいがいいと思う。ね。ばあちゃんのやつこんな感じだったら次の日はもうトロトロになっちゃってたけど、ということで、はい、本日はですねベーコンと海苔の炊き込みご飯と、はい、サバの水煮缶と、大根の煮物をこうちゃんにね簡単に作っていただいたんですけども、はい、短時間でできたとは思えないぐらいもうどっちも美味しいのと、こっちはねどちらかというとやっぱ味の想像はつくよね、もちろん、ザ煮物っていう感じ。短時間でできてこのクオリティだったらめっちゃ美味しいなっていう感じですね。サバの水煮って本当にすごいなと改めて思った。臭みがないから、ね、臭みがないんだよね。僕たち本当臭みが苦手なんで魚の、それがないでこんだけ食べれちゃうのはもう最高のレシピだなと思ったのと、僕は個人的にはこれ美味しかったね。これがね想像以上に好き。子供が大好きな味なんですけど、やっぱ海苔の風味もあるんだけど、こうちゃんが言ったようにちょっとピラフっぽい、ちょうどお互いのいいところをなんか持ってきてくれてる美味しい味付けになってる。でおかずなくても全然これだけでも美味しくいただけるぐらい味もしっかりしてるんで超おすすめです。はいっていう感じです。美味しかった。そうだね、おつまみとかにもこっちだったら最高にいいね。本当に一番最初すぐ出すのにね、すげえ簡単だったから、ね、ぜひぜひ皆さんとっても両方とも簡単なので時間がない時でもね簡単に作れる料理になってると思うんでぜひ作ってみてください、ということで本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。